はい、吉野さん、今日もよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマはですね、はい、お地蔵さんと霊についてなんですけど、はいはいお地蔵さんの種類にもよると思うんですけど、たまにお地蔵さんには動物の霊とかが集まってるから、何も知らずに手を合わせたりすると霊がついてくるみたいな話とか聞いたことあるんですけど、なるほどまあ確かに陰陽のバランスみたいなもので、運気の高いところで守ってくれてるお地蔵さんもいれば、まあそういうさまよった霊を集まっているお地蔵さんも確かにいるのかなって思ったんですけど、お嬢さんの視点でそのお地蔵さんとかについてはどういった視点で見られてますか？もうその形とかものにとらわれて、お地蔵様、仏さんですよね、それを捉えてること自体が良くないんじゃないかなと思います。だからお地蔵さんがなんでそうやって今 YouTube とかそういったことでも言われるようになってるかっていうと、例えば事故現場で鎮魂のためにお地蔵さんをお祭りするとか、何かその災いのある場所でそのお地蔵さんをお祭りしてそこを鎮める、その地をね浄化するために地蔵さんをお祭りしてるとか、そういったその風習があるんですね。だから事故現場、お地蔵さんっていうともうポピュラーな仏さんです、本来から言うと。で、お地蔵さんっていうとその死者、亡くなった方をやっぱり極楽浄土に導くためのその導く役割でもあるんですね。だからお地蔵さんっていうのはきらびやかな衣を身にまとわずに、私たちこの僧侶のこの衣っていうのを身にまとってて、で頭も坊主頭ですよね。で釈如って言われている杖を持ってたりとかされるんですけども、それはその道先案内人の役割でもあるわけなんですよ。だから人々に寄り添う、私たち生きている人に最も身近な存在として、同志としてね、導くし同志として引率してくださる、引導してくださる、世へ迷わずに行ってもらうように導いてくださる、そしてまたこの世での苦しみを救ってくださるのが地蔵菩薩っていう、私たちに身近な仏さんということなんです。だから道行くところにお地蔵さんがお祭りされてて、でお墓に行くと今度は六地蔵って言われてる6体のお地蔵さんがあったりします。これは地獄、餓鬼、畜生、修羅で天上極楽ですよね。そして人間界、この6つを六道輪廻、陸道輪廻とも言いますけども、そういった輪廻転生する世界に必ず地蔵さんがいらっしゃるんだと、そういった意味でもお祭りされてて、また今度はお地蔵さんっていうのは閻魔大王のその変化した姿が地蔵菩薩でもあるって言われてるんです。だから嘘を見抜くとか、言ったら裁判するわけじゃないけど、そういった嘘を見抜いたり判決ができるようなそういう姿をされてるわけなんです、閻魔さんっていうのはね。で地獄極楽っていうふうに、世でねどっち行くかを決めるっていうのも閻魔さんなんですけども、そういった意味もあってお地蔵さんっていうのは身近やからそこら中でお祭りされてたっていうのもあるんですけども、身近で守ってくださる仏さんなんですよ。でも最近はその事故の現場でそういったお地蔵さんをお祭りしていただいたりとか、それは鎮魂のためです。そこで亡くなった人がいつまでもそこにいないようにとか、それで、そこを清めてお参りできるように、お参りっていうかもう二度と事故が起こりませんようにとか、そういった意味でお祭りされてるんで、あちこちに地蔵さんはあるわけなんですけども、でもここの地蔵さんが良くないとか、あそこの地蔵さんが良くないっていうのは、私はねそういった都市伝説的な、ここで嫌なことがあったからそのお地蔵さんまで気持ち悪く見られるとか、たまたま劣化したお地蔵さんがトンネルの事故現場のところで首がなくなってるとか、そういうのを見て気持ち悪いとか、そういった私たち人間側から見る何かその見解なんじゃないかな。だから地蔵菩薩っていうのはそういった役割ではないんで、またその仏像に変なものが憑依することあるかもしれません。例えばそういった首のないお地蔵さんに死者の霊が取り付いたとか、なんか悪いものがそこに憑依してしまっている仏像っていうのはあるのかもしれません。だけども基本的に私たちのその戒厳作法っていうんですけども、巷ではお性根入れってよく言いますけど、お墓に性根を入れるとかお位牌に性根を入れるとかって、これは戒厳って言います。目を開くって書いて戒厳。戒厳した仏像とか
ちゃんとその目を開かれた、要はそのお地蔵さんをこう降臨してそこに開眼した仏像であれば、そういったたたりや悪さをするような霊っていうのは取り付けないんじゃないかなと思います。なのでここの地蔵さんはよくてここの地蔵さんはよくないからお参りすんなとか、そういったもん言われる方もいらっしゃいますけども、それは私はないんじゃないかなと思います。はい、前回のお話と通ずる部分もあるんですけど、はい、やっぱりそうやってそのお地蔵さんに対してもありがたいなっていうふうに、やっぱり生きていくことがなんか大事なんかなってすごい感じます。そうですね。だからそのお地蔵さんも道端のお地蔵さんはそのよだれかけを昔やったら変えるとかね、頭巾頭にかぶる帽子をね、おじいちゃんおばあちゃんがこう編んでとか、そのお供えするとかで、常に私たちの身近で守ってくださるのが地蔵さんなんですよ。確かに僕も小さい頃からよくお地蔵さんの前歩いて学校行ったりとか、よくあったんです。日本人というかはもう日本におる時点でたくさんのお地蔵さんに守られて日々生きているのに、そんなことを忘れてそういう情報に惑わされてるっていう。だからその仏さんがあっちにこっちにある、地蔵さんがあっちこっちある。でそれやったら山の神さんやらね、田んぼの神さんとかもいらっしゃったわけです。そういった神々に手を合わせてた日本人が素晴らしかったんじゃないかなと思うんですよ。で逆にそれをできなくなってしまっている日本人の方がなんか心がちっちゃくなってしまったんじゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。You leave me notes before you leave, and lipstick on the bathroom mirror. The way you love could part the sea. I'm thankful that you want me, dear. Do you think about how these paths all lead us to somewhere? Do you think about traveling and growing old? A couple of kids when I was holding your hair back. Now we got our own future, our own stretch of road. 皆さん動画をご視聴いただきありがとうございます。オンラインサロンご祈祷の予約、各種イベント等 YouTube の概要欄の方に貼ってございます。詳しくはねそちらをご覧ください。皆さんとまたお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございました。